こんにちは。今回は女の子たちにアンケートを取ったんですけれども、今までホステスとして働いていて、お客様からもらったプレゼントをアンケートしました。はい。私自身はですね、インスタグラムでもお客様からね、もらったよっていうものね、あんまりね、あげてないと思うんですよ。実際ね、あんまり、高価なものはいただいてなくて、お菓子とか、お土産とか、あとはお弁当とかね、フルーツとか、スイーツ、そういったものはね、結構いっぱいいただいてるんですよ。もうそれはちょこちょこね、あげてるんですけれども、やっぱりね、ママになると、しかもお店のね、ママってオーナーママなんですけど、なるとね、プレゼントってね、もうそんなにね、高価なものってないんですよ。やっぱり、普通のホステスさん、新人さんとか、売り上げの女の子、あとは、ママですよね。チーママ、雇われママ。このあたりって、まだまだ頑張ろうとかね、お客さんも育ててあげようとかね、ナンバーワンにしてあげようとか、時計もカバンも持ってないから僕がプレゼントしてあげようっていうね、やっぱそういうのになると思うんですね。オーナーマンになっちゃうと自分で何でも買えちゃうから、僕がプレゼントしたところでみたいなね感じに思われることが多く、だからこうどんどんねプレイヤーの頃と違ってそういったいただき物ってもう減っていっているんですが、私もね初心の頃を思い出してここにねアンケートがあります。皆さんがねどんなものを今までいただいていたのか、高価なものと高価なものではなくても何か印象に残ったもの、この2つで聞いてみました。では高価なもの編、まずはですね、ハイブランドの靴、ハイブランドのバッグ、エルメスなど、あとハイブランドの服、確かにこの辺って、プレゼントしやすいですよね。靴は私もあります。靴はね一緒に買いに行ってその場で、なんか仕事に使えるようなヒールをもらったりとか、あとスニーカーをねいただいたりとかね、もう担当さんがディオールとかフェンディにいらっしゃるので、その担当さんに私のサイズ何センチって聞いて、それを、サプライズでスニーカープレゼントしていただいたりとか、服あったかな、服もありますね。一緒に買い物に、行った時にね、そのコート買ってもらったりとか、そういうのは昔あったような気がします。バッグはありますね。バッグも、だからこの辺はやはり多いんじゃないかなと思います。あと靴や服やバッグっていくらあってもね困らないですし、やはりこのね洋服に合わせてこの、ヒール履こうとかね変えていきたいので、そういった点では、服バッグ靴っていうのは無難ですね。じゃあ次ちょっと見ていきます。アクセサリー、ジュエリー、フルダイヤの時計、指輪など、この辺も結構人気だと思います。高価なのでなかなか自分ではね買えないですよね。時計だって2、300万ぐらいするんじゃないですかね。フルダイヤの時計っていうとそんなに安くない500万以上すると思いますし、結構高いですよね。普通の時計でねちょっとダイヤが入っただけでも150万200万は当たり前なので、けどホステさんってねいっぱいみんな持ってますね。時計、ダイヤ巻きの時計ね持ってる人は売り上げの子やママだと結構普通に多分全員ぐらいみんな持ってると思うんですけども、この辺はお誕生日でいただいたり、なんかママの就任のお祝いでいただいたりとか、あるんじゃないかなと思うプレゼントですね。でアクセサリー、これも多いですね。ホステスさんだとやはりハリー・ウィストン、グラフ、カルティエ、ティファニー、この辺りは一番多いんじゃないですかね。昔に流行ってた時はもうねカルティエのラブリングとかねジュストとかそういったのをねこう皆さん手にぐるぐる巻いてましたでもこれはホステスさんじゃなくても結構ね憧れのアクセサリーなので、いただいてねもらってた方多いんじゃないでしょうか。では次見ていきます。ゴルフウェア一式 ×2 セット、靴まで一緒にゴルフしようっていうお話になったんですかね。はい。であとはゴルフクラブセット、私もそういえば大阪の時にね一番初めのゴルフ初心者でこれからレッスンに行こうっていう時はゴルフクラブねプレゼントをしていただきました。もう新人用の一番わかりやすいこの当たりがここについてて、これやるだけで上達するよみたいなそういう入門編のゴルフクラブをね昔一式もらったことがあります。ゴルフクラブは結構多いんじゃないですかね。男性の方がされるから、クラブ買ってあげるから一緒にしようとか、
始めるよって言ったら、じゃあクラブプレゼントするよとかね、そういった流れで、プレゼントされる方多いと思います。ゴルフクラブはね、どちらかというとホステスさんしたら自分で買うものより買ってもらうものっていう感じですね。はい。私もゴルフクラブね、買い替えたんですよ。最近買い替えたのが4台目です。全然ゴルフしてないように見えるでしょ？見えるんですけども、なんとね、今ね、ゴルフクラブ4台目です。最初買ってもらったのがね、多分20ね、4とか3の時ですね。それは大阪の時で買ってもらって、東京に来てからね、キャロウェイに変えて、オンオフに変えて、そして今使ってるのがテーラーメイドです。今4台目。まだテーラーメイドのね、ゴルフクラブ1回しか使ってないんで、どっかね、今度リゾート行く時とか旅行行く時にね、使いたいなと思ってます。ちょっと話脱線しちゃったんですけど。はい、では次見ていきますね。次は、現金。現金助かりますよね。一番ね、現金ね、家賃に変えたりとか、あとは何か自分でね、仕事のものを買ったりとか、現金はね、あっても困らないという感じですね。いくらってね、書いてないんですけど、現金。なるほど、なるほど。はい、では次。クルージングのチケット。クルージングですか？行ったことないんですよ、クルージング。海がね、あんまり得意じゃなく、海は眺めるものと思ってるので、泳いだりとか、船にね、乗ったりとかはね、全然したことがないんですよね。だから、水着に着替えて、日焼け止めたっぷり塗って、プールサイドでね、寝っ転んだり、で海を散歩したりはあったんですが、こういったあまりね、私はちょっと海関係あまり興味がなく、クルージングチケットっていうのがあまりピンとこないんですけど、あれクルージングチケットって海で泳ぐんじゃなくて、もしかして川とかあれでレストラン食事するやつですかね？全然行かないから。クルーザーと間違ってました。クルーザーじゃないです。クルージングチケットは多分食事付きの、水着に着替えない、海のレストランですね。間違ってました。はい、じゃあ次見ていきます。次は予約困難店の招待。これがね、100万円ぐらいだったそうです。今高いですよね。レストランがね、東京の予約困難店ってね、ほんと高いんですよ。だいたい1食安くって3万円ですね。3万円以下のレストランってあんまりないと思います。だから2人で行くと、お酒抜きで3万なので、だいたい7、8万ですよね、お酒飲んで。あと、結構取りにくいお店ね、最近5万円とかね、6万円。お酒飲まなくて5、6万払うんですよ。これね、結構東京では普通ですね。はい。で、そして、あとね、もっとね、難しい子にも100万円って書いてるんですけど、中華屋さんとかステーキ屋さんとかね、結構高級なところがあって、もうコース料理のね、1人30万とか、1人40万とか、あとはワインのペアリング、例えば DRC が出てきますよっていうとね、最低100万円みたいな感じになってくるんですよね。こういったのは、東京の中でも結構高価な方のレストランですけども、最近予約困難店ブームなので、100万円って聞かれてもちょっとあまり驚かないと言いますか、あそこの店とかあの店だろうなっていうこの名前は結構上がってくる感じですね。で、ちょっとあともう一点最後。引っ越し資金80万から。80万から。ありますね、引っ越し資金。これは結構多いんじゃないですか？お客様に引っ越し出してもらったよみたいなお話は、別に誰とかじゃないんですけども、何回か聞いたことあります。その引っ越し代敷金、礼金、あとね、家具とかね、家電とか、一式買ってもらったよとかね、そういう方はね、たまに聞きますね。でその家電とかね、家電で思い出したんですけど、なんか洗濯機買ってとかね、冷蔵庫買ってとかね、はたまたね、自転車買ってっていうね、こと言われたよっていうね、クレームがね、私来たことがあります。今回は好意的に引っ越し代出してもらったパターンではなく、なんかこう、子欲しい欲しいって言われてね、家電せがまれたよみたいなちょっとね、悪い感じの話のクレームなんですけども、そういったクレームも過去にありました。ちょっとね、なんかホステスさんだったらね、時計とかさ、コートとかさ、貴金属ね、100万、200万するものだったら、買ってって言われても、そういうの欲しいんだなとかね、高いからしょうがないよねってちょっと思うところもあると思うんですけども、なんか自転車買ってよとか言われたらね、自分で買ってよと思いますよね。銀座とかね、北新地とかクラブってセット料金が座って5万円、飲んで10万円、15万円なので、なんかそういうところにね、庶民のね、感覚といいますか、自転車買ってっていうなると、ちょっとね、夢が崩れるというか、
そんなね安いものをねだるよりは逆にね高いものを言っちゃってね、いやホステスさんってお金かかるなって思ってもらった方が、どうせね何かを頼む時だったらねそういうこと言った方がいいんじゃないかなって私は思います。今度はね値段抜きにして印象に残ったものっていうのを聞いてみました。はい、印象に残ったもの、友人と使えるようにヒルトンのスイート一泊、おしゃれですね。こういうのいいですよね。ディズニーランドのホテルとかね、こういうねいいところのホテル取ってもらって、で友達と行っといでよとかね、誕生日プレゼントの代わりに楽しんできてとかね、なんかおしゃれですね。そう言われたら私も昔ね、なんか旅行代をヘルプの時にね、せっかく旅行行くんだったら現地でなんか買ってきたらって言ってもらったことはありますね。昔はね、本当旅行行くのもね、お給料の中で例えばね、旅行って1回ね30万40万かかるじゃないですか。そういう時にね、自分で旅行代出してなんか現地でね、なんかこうお買い物をねしなかったりとか、食事をケチるぐらいだったらこう楽しんで行ってきたらみたいな、そういうなんか旅行代、お小遣いみたいなのももらったような記憶を思い出しましたいや本当そういうことねありましたね。すごくねその時はね、粋な方だなって思っておりました。あとは iPhone 移行も手伝ってもらったので iPhone 高いですね今ね。いくらですかね、15万ぐらいするんですかね iPhone。この間私も iPhone 買い替えてね、これ海外だったんでまたね円とドルの関係もあったんですけども、15万ぐらいしたような印象です。 iPhone 高級ですよね。あとはね手紙何書いたんですかね、手紙の中に今までの思いをこう込めたね手紙だったんでしょうね。手紙もらったことないですね。メッセージカードはあります。誕生日の花とかね、プレゼントについてるメッセージカード。手紙は内容によりけりですね。これはいいイメージの印象だったのか、この人ちょっと重いなっていう印象だったのか、ちょっとそこまで書いてないんで、後日もし聞けるタイミングがあれば手紙の内容を聞いてみたいと思います。そして次ね、シャワーヘッド。シャワーヘッド、これね確かに言われてみたらね、自分でシャワーヘッド買わないですね。なんかあんまりシャワーってね、もともと全部シャワーもヘッドもついてるから、それがなくて困るっていうことないですもんね。今いろんなヘッドが出ててね CM もしてるので、これ使った方がもっと肌にいいかなとかね、綺麗になるかなとか思って買い替えたいと思っても、確かにシャワーヘッドねあんまり自分で買わないですね。なるほど。次はねお守りです。お守り、これ私も結構ねいただきます。お守り、お札、あとはねなんだろうな、こうごま炊きしたね、こうなんかこう立派な名前書いていただいたね、お札とかそういうのねこういっぱいいただきます。これは嬉しいですね。出雲大社ね遠いので私もねまだ行ったことがないんですけども、出雲大社のお守りとか伊勢神宮のお守りとかね、そういったものいただくと、なんかわざわざ遠いところまで行って、しかもその時ね私のことを思い出して買ってくれたんだな、嬉しいなっていうね気持ちになります。お守り嬉しいですね。そしてね、あとはね毎週同伴してもらえる券。毎週同伴、これ大きいですね。女の子からしたらやっぱり同伴っていうのは、ノルマの一つなので、そういったね同伴って困ってしまうので、そうやってね毎週ね、じゃあ火曜日とか毎週水曜日とか決めて毎週同伴してもらえるってすごい権利ですね。これ何回続いたのか非常に気になっております。あとは札束500万円断った何ですかね、500万置かれたんですかね。ですかね、付き合ってくれとかね、そういう感じで置かれたんですかね。断るってことはそうですよね。ちょっとね怖いですね。受け取ってしまうとストーカーに近くなってしまったりとかね、あとはもう固執されてね、粘着質な方はもちろんいらっしゃるし、500万も渡すとねやっぱりそりゃもうね追い求めちゃいますよね、いろいろねだから追っかけちゃいますね。なのでこれはねあまりその気がないんだったら500万だけ受け取ってね揉めるよりは断って正解じゃないかなって私は思います。そして次は高級時計。高級時計印象に残った。すごく高かったのか、もしくは初めての時計だったのか印象に残りますね。どこのブランドとかねどういった値段とか書いてないんでちょっとシーンがわからないんですけども、高級時計が印象に残った方がいたそうです。次、誕生日の日の地球の写真の壁紙。何これ誕生日の日の地球の写真の壁紙。これ東京とか日本列島で写ってるんですかね。今こういうサービスが
あるんですか？これって誕生日っていうのは、その私の誕生日と9月11日なんで、9月11日の写真ってことなんですかね。なるほど。これはちょっともらったことがないです。では次はね、はい。これちょっと大丈夫かなこれ。賞味期限切れの食べ物。これちょっと、これ結構バッドな方の印象ですよね。それがね、賞味期限切れても食べれますけども、何だったんでしょうね。生物だったようですね。生物。洋菓子とかね。ちょっと怖いですよね。また和菓子のね、なんかあんことかも、足が早いですから、生物とか以外何かな。賞味期限切れたものって何ですかね。自分の家の冷蔵庫にあってね、それを食べたりとかね、それは全然いいと思うんですけど、人にあげるときはちょっと嫌ですね。ちょっとね、これは残りますね、印象に。では次はね、花束。花束いいですね。私花好きです。花束をもらって嫌な思いする女性はいないと思います。男性も花束恥ずかしいなとかね、ちょっとなんかこうキザな感じがして、なんか嫌だなって思う方も多いと思うんですけども、やっぱ花束でもらうと、なんかこうね、女性はね、そういう気持ちがね、豊かになりますし、可愛いとかね、お家に飾ろうと思うし、これ嬉しいと思うんですよ。私もね、お誕生日の時にね、花束をね、いただいたことがあるんですけども、その中で、たくさんいただきすぎてね、持って帰る時もあったんですけど、でもやっぱりね、その中でもいろんなもの寄ってね、持って帰ってお家で飾りました。結構ね、嬉しいんですよ。なんかその家中花だらけになってね、タクシーの中にいっぱい詰めて帰ったんですけども、そういう思い出もあります。あとは、シャンパンタワー。前職。じゃあ前職キャバクラの方ですかね。すごいですね。これ誰かな。そんなすごい方がいたんですね。今シャンパンタワーをもらったり。シャンパンタワーね、高いですからね。だいたい、今だったら最低でも2、300万ぐらいからね。今ね、インスタでは結構激しめのシャンパンタワー多いですけどね。1000万とか2000万とか多いですけど、ベレーポックのね、ロゼとか、ドンペンロゼ15本とかね、20本で400のタワー。あとはシャンパンの白で、タワーする方もね、全然いらっしゃると思います。嬉しいですね。これはやってもらったら、もうこれはね、一生の思い出になると思います。次に、あとはね、クレジットカード。クレジットカードもらったの？すごいですね。クレジットカードって、ね、使いやすい。確かにネット決済ね、できますね。百貨店とかでもですね、本人しかダメだと思うんですよね。だから、ネットの買い物が今中心だから、そういったもので生活費買ってよとかね、なんかこれで、なんか化粧品買ってよっていうのはありなんですかね。細かに言えばタクシー代も全部ね、カードで切れますよね。何が何でも生活費を全部この中でっていうのも、できないくはないですけど、ただ行動履歴がね見えちゃうの嫌ですね。付き合ってる男性だったらいいかもしれないですけど、お客様にもらってねカード使いにくい時もあるんじゃないですかね。これは一応一旦ありますね。はい。では最後はこれ笑っちゃったんですけど、ミサンガ。ミサンガってここに書いてて久しぶりに思い出しました。足につけるやつですよね。手とかこう編んでるね。糸で編んでるやつですよね。これもらってもどこに置くんですかね。またつけないとね、なんか言われそうですね。俺のあげたミサンゴつけてないじゃんみたいな。おーだったらね、願いを込めていらっしゃると思うんですけども、ネックレスの方がいいですね。ブランドのが一番、つけてもらいやすいんじゃないかなと思います。これ私勝手にバッドな解釈でもらったんだけど、ミサンガもらって感動して嬉しくてつけてたっていう女の子だったら本当すいません一般的にはミサンガってもらうと、置き場所に困ったりとかつけるのに困ったりするんじゃないかなと思った方でした。はい、ということで今回ね、一部の話なんですけども、ホステスさんの今までもらったプレゼント、印象に残ったプレゼントっていうのを今回ねお話しさせていただきました。もっとねすごい方いっぱいいると思うんですよ。それこそねバーキンもらったとか、ケリーの黒子もらったとか、あとはね、旅行のね、海外旅行、ファーストクラスで行きますとかね、そういうのあると思うんですが、これはね一般的な意見ということで、そんなにね盛りすぎてもなく、結構仕事をしてるとこういう感じはもらってる子もいるだろうなっていう想像つく感じの割と現実的なお話をさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。